はい、ババンバンバビバビバビババンババンバンバビババンババンババンバンバビバビバビババランババンバビバババ。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、2個に夕飯の残りのカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にたぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、画面に収まっておりますのが、白黒のクーターくん、グレーのグーちゃん、白茶のゆりさん、画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃんと、茶ドのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがいますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。また起きて寝てんのかと思ったけど、普通に起きてこっちを見ていたよ。出てくる様子はないね。マチャはシーバーじゃないからあっちの部屋に行っちゃったのな。ねえ、今日はあんまり寒くないからヒーターは全然つけたくなかったんだけど、ヒーターつけないとニャンコ出てこないだろうしなと思ってな。でもちょっとシーバーを出してる時間はなかったので、かつお節でごまかしたら、マチャはね、来なかったけど、今来てくれたからよかったよ。そしてぐーちゃんは私の後ろに隠れるのやめてもらえますかね。もうさ、めっちゃ私が目を離した隙にな、食器を洗ってる間にね、めっちゃおしっこされててね、遅刻しましたよっていうね、今日の、新年一発目の言い訳かな。昨日言い訳しなかった気がするかな。言い訳でございました。はい。で、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時にジャスティスって言います。またエラーが出てるよ。なんだろう、これ。ね。で、なんでジャスティス、ジャスティスっていうかっていうと、あちらにいるうさ耳をつけていて、ポインセチアを持っている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャス
ピースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、行きますよ。せーの。ジェスティースタムちゃん。ジェスティース、水飲まないね。はい。今日は水。ね、今日はさ、寒かったから、朝っぱらからヒーターつけてたわけよね。まあ、それのおかげなのかなんだかわかんないけど、夜は、今はあんまり寒くなかったので、水にしてみた。でね、レモンでも入れてみたいところだったけど、そんなこと言ってる悠長な時間はなかったので、普通に水をジャーっと入れて持ってきましたよ。みきねこたまちゃん、たまちゃん。たまちゃんは何なら食べてくれるの？黒かも絶対食べないし、ロイカナもあんまり食べないし、ねえ、でもカリカリのものがちょっとは食べるかな。食べないから、うんちが出なくて、昼間避けるの。ねえ、すっごい避けるのね。結局うんちは出てないね。いい顔してるね、たまちゃん。かわいいね。ともさん、たまちゃん、ジャスティース、ジャスティース。ともさん、藤子さん、皆さん、こんばんは、ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ふーたま、水玉でかわいいね。ね、ヒーターつけとけば、クータがいつも寝てるからね。ヒーターつけてみたよ。ね、ゆりたんはさっきおしっこしたからもう出ないでしょ。はい。はい。入らないね。むちゃんは食べる？食べないね。こうしてた方のおとなしくていいかな。うん。ゆりたんは入んない。入んない。はい。たむちゃん食べる？食べて。ね、食べないと1出ないんだよね。ゆりた、選手交代。はい。いやー、抱っこはいやね。そうで、夕方ね、カリカリがなくなったみたいだな。なんか騒いでんなと思ったんだけど。でもね、一回吐いたなと思ったわけ。吐いたけど、まあいいかと思ってほっといたんだけどね。そしたら、一箇所だけじゃなくて、ちゃんとやっぱり二箇所に吐かれて、大概二箇所に分けて吐くんだけどさ、ここだけは抜けたんだけどさ、で、一回だけしかその吐いた音聞こえなかったから、だからそれだけかなと思って、じゃあいい後で片付けると思ってたんだけど、見事に水の中に吐かれててさ、もう一箇所、あ、これか、これで騒いでたのか、と思って。水の中に吐かれてたと。で、今日はさっき水を入れ替えましたよっていう、ね、感じを。で、今日はね、映画見ようと思ってさ、でね、何見ようと思ったんだけど、ルックバックがさ、1時間だったんだね。もうこれは助かる。短くてね、映画、ほら、昨今の映画長いからさ、約3時間ぐらい時間ないとさ、見れなかったりとかするじゃんか。でも1時間だったけど、これは助かるぞと思ってね、見て。で、ね、あんまり背景とか全然全く、知識なく見て、で、何をみんなこれはすごい、これはすごいって騒いでたのかなっていうところがあんまりわかんなかったわけどね。まあ作品的には普通に楽しく見たけども、みんながなんでこれをそんなにすごいすごいってね、崇めたがつってたっていうのかな、が、よくわかんなかったんだよね。で、それで考察を探して、見とりましたっていう感じ。てたまさん、自分も母親の風が移ったようで、
体調不良、ビタミン C を取ってくれ。今日私はそうだ、パプリカ炒めて夕飯に食べたかな。パプリカ3個分炒めて食べたから、ビタミン C はおそらく今日は足りてるんじゃないかと思われる。でね、最近寝るときにここに濡れタオルっていうのをぶら下げて寝るようにして、それから喉痛いのはなくなったかなっていう感じね。やっぱり乾燥っていうのだから去年は乾燥してるなって分かってても、なんか特に対策はしなかったけどね、夜中に喉かいたら、飲めるようにオレンジジュース、水にしろよって感じなんだけど、オレンジジュース置いといて、オレンジジュース飲んだりとかしてたけど、今年も、オレンジジュースは飲み切っちゃってなかったから、水を用意したんだけどね。いや、その前になんかね、濡れタオル吊るしたいつけた方のが、なんかね、楽じゃねと思って、いろんなものを用意するのね、寝る前にさ、儀式がいろいろとあるんでさ、シーツ引いたりな、シーツ引いたりみたいな。ね、いろんな儀式があるんでさ、なかなか寝るの大変なんだけどさ、水持ってくんのなかなか大変なんで、なんか濡れタオル吊るしとけばいいやと思ってね、それをするようになってからね、喉痛いのはなくなったな。ね、風邪もなんだっけ、5類かなんかに、引き上げになったんだっけねえ、もう本当迷惑な話よね。風邪ぐらいひかしてくれよって感じな。体調不良。父親も寝込んでしましました。しましま。しましま。ね、なんだっけ、換気じゃなくて、換気もした方がいいけど、換気して、保湿して、ビタミン C 取ってっていう感じだね。あとは、睡眠だね。睡眠で寝てる間にデトックスされますので、睡眠がね、重要ってことみたいだね。体調を管理するのにね。で、なんで寝るのが大事かって、水分だよな。なるほどって思ったのが、寝ると水分が、立ってるとだから下に下がっちゃってるのが、寝ると体に平均にね、水分がなるんで、それが必要らしいんだよね。なるほどって納得したんだけどな。テンさんもそう、ルックバック、そう、ルックバック見たよね。テンタさん、自分は卵酒をそうね、なんか、風邪とかひくとね、言い訳になりやすいよね。もう風邪だからいいや、あれ食べちゃう、これ食べちゃうみたいなで、今日も私もさ、昼間、お腹が空いちゃって、いや、お腹が空いちゃったな。とにかくこのお腹を満たすことが先決だと思って、いいや、お汁粉食べようと思って。昨日は焼き芋食べてさ、昨日はスーパー行って、今日は正月だから焼き芋買っちゃってもいいかなと思って、で、昨日は正月だからっていう理由をつけて焼き芋買ってきて、で、焼き芋もね、甘かったわけよ、すごい。こんな甘いのかと思って。なんかね、そう、昨日は朝コーヒーのお供に、YouTube でもらってきたさ、YouTube のクッキーあったじゃんか。で、あれがさ、視聴者プレゼントにしようかと思ったわけよ。年末のライブの時にさ。ところが、賞味期限、そういえばいつだと思ってみたらさ、賞味期限切れてたわけよ。切れてる。賞味期限切れてたらなんだ、あんまり持たなかったかなと思ってさ、もっと持つもんかと思ってたらさ、なんだ、切れとった。これはプレゼントできねえやと思って、で、それを昨日コーヒーのお供に食べたわけよ。ですっげえ甘くって、砂糖がけでさ、YouTube のマーク書いてあるやつだったからさ、すっげえ硬くて、もう砂糖菓子みたいなもんだったから、すっげえ甘かったんだけど、なんか焼き芋食べた時にさ、これさっきのクッキーより甘いな。あれと思って、クッキーより甘いぞ、これと思って。
ね、こんなに今日一日で糖分取ったらまずい気がするって思いながら止まんなくて、結局昨日買った焼き芋は一日で全部消費してしまったわけどね。で、今日も砂糖取ったらやばいよって思いながら、いやもうお腹空いちゃってどうしよう。食べるもんない。お汁粉ならあるみたいな。正月だし、正月だし、今日は3日だし、多分お汁粉食べる日だと思ってな。じゃあお汁粉食べちゃおうと思って、お汁粉食べちゃったよね。いろいろと言い訳になっていいよね。太郎さん、これ多分インフルですね。なんか今流行ってるみたいだもんね。感染力強すぎるので、そうみたいだね。なんか感染力がすげえ強いみたいだから、そうだろうな。時期的にもなんかめっちゃ流行ってるらしいだろうな。お気に入りさん、ジャスティス、ありがとうございます。てんたまさん、お気に入りさん、こんばんは。お気に入りさん、藤子さん、てんたまさん、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。てんたまさん、焼き芋くらい全然いいでしょうね。いいよね。いいよね。ねいいってことにしよう。お気に入りさん、てんたまさん、お大事にしてください。てんたまさん、お気に入りさん、あとは、任せ、息も絶え絶えだったんだ、本当は。ごめんな。ありがとうございます。助かります。いつもね。お気に入りさん、藤子さんは全然元気でいい。はい。元気なんだよな、これ。元気なんだよな。これたまには風邪ひいた方がいいんだけどね。まあ、たまに引くけどね、ほら、声が出ないからっていう理由でライブ時々さ、休むけど、全然重症化してるわけじゃなくて、ほら、ここで一人で喋んなきゃいけないじゃんか。だから一人で1時間喋るにはちょっと無理っていうね、喉のコンディションで休むことが時々ありますけど、全然重症化ではないので。たまにはちょっと熱出した方がね、バージョンアップできるからいいんだけど、そういうのないんだよね。せんべい、せんべいさんせんべい、のり巻き、のり巻きせんべいさんだ。のり巻きせんべいさんだった。スパチャって Google に半分以上持っていかれるから、直接振り込みたい。はい、天城お待ちしております。スパチャは半分以上ではないかな。まあ、30%っていうことになってるかな。ここでスパチャもらった時に、後に、今日いくらいくらスパチャもらったよみたいな明細っていうのかな、が出てくるんだけど、それでいくと別に引かれてないんだよね。だからまあ振り込みの時になんか引かれた金額振り込まれてるのかどうなのか、なんかよくわかんないんだけど、まあ話でいくと30%って話だよね。ただまあそのスパチャ投げた人も消費税取られるんだっけ。そう考えると40%引かれてるって考えると、まあ半分近いぐらいにはなってるのかねって感じだよね。おしさん、ジャスティス、てんたまさん、ガンバ。風を吹き飛ばして、まあ、風ぐらい時々引いた方がいいよ。強くなるかな。強く元気な方になるかな。てんたまさん、せんべいさん、もし新たなる太客の登場でやった。やりました。時にさん、今、職員から病気の、ため仕事を頼まれて、確かにありがちだな。明日から明後日の朝まで連続勤務になりました。あれ、正月早々働いてなかったっけ。休みなしだね。休みなしなので、このライブに参加してくれてありがとうございます。てんたまさん、よしさん、こんばんは。お気に入りさん、よしさん、こんばんは。お気に入りさん、せんべいさん、こんばんは。てんたまさん、3割いかれて iPhone からだと4割という話でしたが、そうなのね。じゃあ半分以上ってこと。
7割持ってかれるってこと、どういうことで、日本の税金かよって感じだな。おしさん、お気に入りさんは医療関係の方ですか？話し方が〇〇さんの表現なので、そうなんだね。病気のため職員。まあね、医療関係かもしれないっていうのはなんとなく感じだけどね。なんかここに来る人、医療関係の人がさ、多いわけよ、とにかくさ。だからそうかなと思ったんだけど、なんとなくな。ーっと、お気に入りさん、てんたまさん、水分をとって、熱い風呂に入ると、初期であれば改善することが多いです。てんたまさん、お気に入りさん、24時間勤務ですか？3割から4割引かれるということですね。まあ、そういうことですね。もう本当な、もう何なのっていう感じだよね。3割ってひどすぎるよな。お気に入りさん、通りすがりのものです。そうでした。通りすがりの太客だったな、それかな。で、今日はまあね、もう本当は、なんか動画の編集にそろそろ取り組まなきゃとは思ってたんだけど、まあ三が日だからいいや、もう今日は動画の編集には着手しなくていいかっていうか、まあ時間なかったんだよね。やろうと思ってたけど、ちょっと時間ねえかな、みたいな感じだったんだ、今日はね。フニータだ。フニータ作りが始まっちゃったんだ、今日はな。なんとなく、あの、福袋を売って、で、少し個数が減って、そこでなんか、どんな系統のものが足りないなっていうのが分かってきて、でね、フニータケをさ、売れないからってさ、作ってなかったわけよね、新しいのね。そうすると選択肢があまりにも少ないなと思って、ちょっとフニータケね、バリエーション増やした方が良かったなと思って、ちょっとフニータケとフニャータね、うちにあるものでできるものをちょっとでね、作っとこうかなみたいな感じで、フニータと、フニータじゃないな、フニャータとフニータケ作りが今日始まっちゃったのよね。で、あと豆煮ようと思ってさ、昨日豆水につけといたのにさ、すっかり煮るの忘れてたわけよ。で、豆に始めちゃうとさ、3時間煮るから、弱火で3時間煮るのよね。だからそれで、今度使っちゃうからと思って、その前にじゃあやるべきことをやらなきゃと思って、ゆで卵茹でちゃう。ていうか、その前にお汁粉食べちゃうみたいなさ。そんなん言ってて。で、結局夕方になっちゃったんだよね。だからもう今日はいいや、動画は明日以降にするわ。今週は動画の更新なしだ。みたいな感じで。でね、映画じゃあ一本見ようと思って。そしたらルックバックが1時間だったから、これは助かると思ってさ。で、見たんだよね。しかもどうもなんかあれ無料だったっぽいよな。アマゾンプライムで、まあ見たけど、ね、なんかどうも無料だったっぽい感じだったよね。と、てんたまさん、お気に入りさん、かっこいい。あっちゃん、かっこいい。ちょっとだけ。でもさ、今年は福袋売れますかね？なんかね、出品してすぐに1個売れたんだよね。で、よかったと思って。よかったと思ってさ。まあね、もう1個ぐらい売れてくれると嬉しいけどね、みたいな感じだね。お気に入りさん買いましたね。そうそう、お気に入りさんも買ってくれてな。だから、あともう1個ぐらい売れてくれると嬉しいな、なんて思って。ただ、その時に、もうね、封筒がないんで、封筒買ってこなきゃいけないのと、あと、フニタケをね、なんかどれにしようかなって選ぶのに、ちょっと選択肢少ないなと思って、ちょっとね、作り足した。で、今まで売れてなかったやつが、まあちょっと綿があれかね、下手ってきてもうダメかね、みたいな感じだったんで、解体して、売れてない、売れ残りのフニタケは解体して、で、新しいフニタケ作って、みたいな感じにしたんだよね。
売れますかね。買いました。まいさん、こんばんは。豆ニータ。豆ニータか。なるほどね。新たなキャラクター登場か。ね、なんだっけ。チワワの、フワンタはね、作ったことがあるんですね。ね、チワワじゃなかったっけな。チワワだった気がしたけどな。ね、チワワじゃなかったけど、なんか、チワワだっけ。犬の種類があんまりわからないので、豆柴ではなかった気がするんだよね。だから、そう考えると、チワワだったっけなって感じなんだけど、とにかく犬を作ってほしいってオーダーが一回入って、でね、不安だっていうのを一個作ったことなんだよね。てんたまさん、お気に入りさん、ニャイス福袋。てんたまさん、まいさん、こんばんは。よしさん、通りすがりの方でしたか。なるほど。確かに、3割取られるのぼったくりですな。私は直接会った時にフニータ買ったりね、ありがとうございます。深い参加料を払ったりしてますね。ありがとうございます。現金助かる。現金が手に入ることってほぼないわけよね。だけどほら、現金のみっていうこと結構あるじゃんか。だから現金助かるんだよね。直接スパチャすれば Google の取り分ゼロで、そうだね。Google を返さないことだね。現金助かる。何回言うのって感じだけどさ。そうだから現金のみとかっていうところが多いし、で、とりあえず現金だったらどこでも支払えるっていうのがあるからな。まあ、現金一番便利よね。ね、おきにさん、何気に、戦ってる方へプレゼントさせていただこうかと。何気に戦ってる方へ。そうだね。戦ってる方にね、プレゼントしてくださいませ。おきにさん、まいさん、こんばんは。てんたまさん、よしさんは厳選したお土産も持参されてますしね。ね、そうだよね。通りもんじゃなかったっけ。通りもんよりも、これがいいっていう、なんか違うやつ持ってきてくれたんだっけ。両方持ってきたんだっけ。お菓子の名前があんまりわからない。てんたまさん、アマゾンギフトカードなら、金券屋で、換金、換金もできますしね、なんだろう、そこ伏せ字にした方がいいかな。できますね。あ、そっか。なるほどね。そうだね。もう Amazon ギフトはさっさと自分の残高にして、なんか必要なものを買っちまう。買っちまうなっていう感じね。そうそう。だから現金化できるものも助かるよね。いざっていう時にね。いざってたまさん。そうですね。自由度が高いですね。自由度が高いの。ありがたいよな。で、あとは、なんだっけ、Google の取り分。そうだ、私がやってるのはほとんど3割引かれるのばっかりだからさ。で、2年は、1割だったかな。もうちょい 1. 点何割とかだったかな。っていう感じかな。じいさん、確かに人生、クレーマー含むと戦っている方ですね。お気に入りさん、藤子さんは私の笑顔でみんなを笑顔にと言っていたのがお気に入りとなりました。ああ、そうなんだ。そうそうそう。ね私の笑顔で、だからね、自分の使命って自分の名前に、含まれてる、隠されてるっていうのだよっていう話を聞いてて、で、ずっと私の名前は、笑顔の笑みではないなと思ったわけよね。だから、いろいろ考えてたわけよ。水を得るとか、絵を見るとかさ、なんかそういうことなのかなと思って、笑顔の方には、向いてなかったわけ。全然自分の、使命がな。で、何もかも失った時にさ、私はなんで
生きてるのかなと思って、私の使命は何なんだろう。だからほら、生きてるってことはまだ自分にやるべきことがあるから、もうやるべきことがなかったら死んじゃうんでね。まだやるべきことが残ってるから生きてるわけでさ。だからじゃあ私の使命は何なんだろうなって思った時に、なんか笑顔の意だっていうのが出てきて、まさかのそれ。まさかのそれなのと思って、最初は全然ね、なんか、っていう感じだったんだけど、でね、ライブの時に、その自分の、なんだろうな、この動画の意義っていうのかな、なんでこれをやってるのか、みたいなことを、まあ、言う必要があるかなって思った時に、なんでそれ言わないんだっていうふうに、来たわけよね。で、それは、絶対に言わなきゃならんだろうみたいに来たわけよ。だから、それで、言うようになって、最初はね、全然、言えなかったよ。慣れたねっていう感じね。慣れで言うようになってたな。最近言ってないけど。結局最近言ってないけどっていう感じね。気になりました。ありがとうございます。センタマさんもハードディスクを二足三門で売り払う悲劇が起きませんように。そうなのよね。だってハードディスク買ったの1万円以上はしたと思うよね、確かね。だから2つだから2万円以上はしてるけど、まあ、ハードディスクだけじゃなくて、3つぐらい売った。Wi-Fi 売ったんだっけ。それで、ちょうどね、機関車に乗れるぐらいの金額だったもんね。だからまあ、約2000円ぐらいだったもんね。ね、お気に入りさん、応援したくなります。てんたまさん、藤子さんは岡田敏夫の言う、賭けの途中なのかもですね。へえ、そうなんだ。岡田敏夫が、賭けの話をしてたのか。なるほどね。お気に入りさん、藤子さんの目に星が3つ輝きますように。星3つが必要なんだね。てんたまさん、鼻噛みすぎて、ちり紙がなくなった。死にたい。わかる。めっちゃわかるね。お気に入りさん、うにたい。うにたいね。ペーターさん、人生の賭けの話ですね。へえ、そうなんだね。まあ、そうだよ。まあ、そうです。だから、常にあれだよね。綱渡り。常になんだか綱渡り状態だけど、でもそれでもまだね、生ぬるいんだと思うんで、家あるしさ、ね、生活できる雨風しのげる場所あるし、ね、水道出るし、みたいなね、お湯出るし、みたいな感じでしょ。ね、中には家もないしっていう、そこまでね、どん底になる人も、まあ、いるわけだから、それに比べたら全然ね、生ぬるいんだと思うけどね。ビンさん。ジコさんのお父さんが出演している動画を拝見しましたら、とても穏やかです。そうね。穏やかなんだけどね。穏やかなんだけど、まあね、かなり、なんだろう、トゲがあるはつもりではないと思うんだよ。本人は気づいてないんで。本人は気づいてないで、かなり人が傷つくこと、平気で言うか。もうどんだけ私はね、バッサリ切られて切られて切られまくってきたことか、みたいなね。まあ、未だにそれは変わらないんですけど、って感じ。おきにさん、藤子さんの声を聞いてると落ち着くのはお父さんの遺伝。いや、私の声はね、お母さんそっくりだって言われてるね。で、お母さんのお母さんもそっくりなわけよ。
だから、ばあちゃんとお母さんと私3人揃うと誰が喋ってんのかわかんない感じみたいだよ。ただまあ私、ばあちゃんとは仲が良くないので、ばあちゃんの家でほぼ喋ることがないんでね、3人でわーわー喋ることはないんだけど、だからお母さんとばあちゃんがわーわー喋ってることはあるけどね。まあ3人とも同じ声。同じ声なので。私はお母さんにですね。と、どこだっけでもさ、次、過去最高に岡田敏夫を困らせた最強の相談者現るを、岡田敏夫切り抜きサイコパスおじさんという動画の中で語られていますね。見たい。それ見たい。おきにさん、天玉さん、かなりのレア情報、さすがです。天玉さん、お父さん優しそうな雰囲気の方ですよね。まあ、そりゃそうだよな。客商売だったからね。人生相談、それこそ岡田斗司夫みたいなさ、カウンセラーだったからな。まあ、そういう感じ。だからまあ、私は、なんだろうな。病んでる人の相手を全然したくないわけ。病んでる人ってさ、全然自分さ、変える気ないでさ、軽々しくさ、なんだ、相談してくるじゃんか。だから自分、本当、変わりたいっていうので相談してくるんであれば、そういう人の話、まあ一回聞く分にはいいけどさ、まあ何回も何回もはもう本当勘弁っていうか、そういう人集めたくないから。集めたくないから、全然私はカウンセラーとかなりたくないわけ。全然カウンセラーとかなりたくないんだけど、なんかカウンセラーとか向いてそうとかってよく言われるのね。もう絶対やりたくない。もう本当やりたくないみたいなね、感じなんでね。だからまあ転職を全うできてないのかもしれんみたいなところもありますよね。てたまさん、自分は YouTube いろいろ見てますのでね、頼りになるわ。頼りがあるわ。おきにさん、みんな、藤子さんに惹かれてきてますから、いつかスパチャの嵐が来る日も遠くない。話やな。話やな。そうね、岡田斗司夫の話はさ、まあわかるよね。まあわかるけど、なんかもうっていうのもあるんだよね。なんかね、なんていうの、厳しいな、みたいな感じのっていうところもだよね。だから私が YouTube をひたすら動画をさ、ガンガン作りまくってたのは、まあ、メディア資産っていうの、まあ、メディア資産を残したくて、で、ガンガン動画を作りまくってたわけよね。もう暇があるなら動画作れよ、みたいな感じで、もうスパルタ。スパルタにもうさ、動画作りまくってたよね。でもね、岡田敏夫が、どうも、YouTube はメディア資産にはならないんじゃないんだろうかっていう、まあ、結果がどうも出たらしくて。で、まあ、そんな説明をさ、もうね、メディア資産にならないんじゃさ、私の人生何だったのってことになっちゃうじゃんと思って、でも心ここにあらず状態で聞いてましたけど、まあそうなんだと思って。確かにね、だってさ、そんな動画ね、残しても、確かに目先の視聴回数は取れるかもしれないけど、それ今終わったらもうね、過去のものになって価値ないじゃんっていう動画をさ、出してる人がいっぱいいるわけよね。まあでもほら、目先の回数は取れるからみんなそういうことするじゃん。ただ私はそれしたところでそれは資産にならないからなと思って、なんか資産になるような動画を、取り、出しておきたいなっていうふうに思って、
そっち方向には行きたくないな。まあそういう才能がないからやってないだけっていう話なんだけれども、ね、だからそんな動画出しても資産にならないのになと思って、まあでもね、それで登録者も増えてるから羨ましいよな、みたいな感じではいたんだけれども、岡田敏夫がさ、だって YouTube はメディア資産にならんつうから、もうダメだ。俺の人生終わったっていうね、感じだよ。はい。と、のきんさん、せーの、まだかな、まだだったな。テンターさん、コメント嵐が来ませんようにね。でも、こうやってさ、毎日毎日、ほぼ、なんだ、平和じゃんか、毎日毎日さ。まあ、来てる人数少ないからあれだけど、少ないからね、当たり前でしょって言ったら、まあそうかもしれないけどな。ほぼ嵐来ないところは、まあいいんじゃないのかなと思ってんだけどね。ひのき兄さん、それは困るでしょうね。テンタワさん、前にも言いましたが、藤子さんの動画はこれから伸びていくはずですので、もうね、もう心強い。そうやってテンタワさんに言ってもらえるとね、もう折れかかった心がなんとか持ちこたえることができてよかったよ。よきにさん、自分嵐してませんよね。うん、大丈夫です、大丈夫です。嵐の人はそういうんじゃないから、全然。全然そういうんじゃないからね。で、たまにね、僕までにね、いるけど、ほぼないもんね。それがすごいと思うよ。こんだけ長いことやってて、ほとんどないところがさ、すごいなってふうに思うよ。ね、そう伸びていくはずだと信じて、信じてやっているんだけれども、みたいなね、ところよ。そうなんだよ。もうこれしかないから、私にはこれしかないからと思ってる感じなんだよね。そうで、ルックバック見ててさ、まあ、漫画家になりたい小学生の女の子の話でしょ。で、ね、なんか、そうだったーって思って。すっげえもう、もうめっちゃそうだったと思ってね、なんかもうダブルっていうのかな。いやー、そうだ、私漫画家になりたかったんだよね、と思って。もうずーっと絵描いてたよね。ほんと絵描いてた。ね、なんかそれをさ、最初にもう思い出して、そうだったよなと思って、この時は YouTube とかない時はね、もうずーっと暇さえあれば、今だから YouTube の動画上げまくってるのと同じ熱量で絵描いて、絵描いてたからさ。で、4コマ漫画でしょ。なんか、また4コマ漫画描きたくなってきたな、みたいな感じね。なんか今年はあれかな、また4コマ漫画復活かな、みたいなね。なんか、不にいた4コマを考えないとあれかな、みたいな、感じで見てましたね。もうあんだけ時間かけてね、青春の時間、ね、ずっと絵にね、時間費やしてたにもかかわらず、今ね、何もやってないみたいなね、感じな。そう。で、ざまさん、お気に入りさんはスパチャの嵐を巻き起こしてるじゃないですか。そうだ。立派な嵐だったな。めっちゃ立派な嵐でしたね。お気に入りさん、安定のくーたくん、そうそう、ヒーター今日はあんまりね、寒くないからつけたくなかったんだけど、クータが喜ぶかなと思ってさ、夜中なんかさ、ヒーターついてないのにさ、クータヒーターの前で丸くなって寝てっからさ、もうかわいそうで。で、時々やっぱり寒くて耐えられなくなるみたいで、戻ってきて、でね、なんか、ただこたつの中に入らないで、私の横で寝てるかな。なんか、ぐーちゃんとクーターでね、私の横で寝てんだよね。で、気づくと、またヒーターの前で軽くなってたりとかするから、あれってついてないのについてないのにヒーターの前で寝てるよみたいな感じになってるよ
ね。だから早くヒーターついてくれないかなと思って、タイマーかけてるんでさ、朝方つくようにタイマーかけてるんでさ、そろそろつくのかなと思って、時計見ると全然つかない時間だからさ、だからつくのを信じて待ってそこで寝てるのか、何なのかわかんないけど、その箇所が気に入ってんのかわかんないけど、なんかね、ついてなくてもあそこにいんだよね、食ったね。ペンさん、ルックバック今日見ました。そうなんでしょだね。結構引き込まれます。そうだね。だからなんか内容がちょっとわからない。細かいところはわかんないところあるから、ね、岡田斗司夫は何て言ってたんだっけなと思ったんだけど、内容についてはなんかあんまり触れてないのな。みんな内容についてはあんまり触れてない感じだったんで、ちょっとわからないなっていうところはあるけど、まあ大体ね、その自分が、漫画家になりたかった時と、あと小学生の時ずっと絵描いてたっていうのとなっていうのはもう思い出されて、なんかちょっと号泣。そこで号泣。多分他の人が泣いてるとこと違うところで私泣いてると思うみたいな感じだったね。センターさん、ニャイス市長。ね、おきにさん、テンターさん、そろそろベーリング海へ稼ぎに行きましょう。誘ってる。テンターさん、食堂でうどんが食べられないと嫌です。なんだっけ。なんだっけ。ジャンボフェリー。あれ、ジャンボフェリーだったっけね、ジャンボフェリーだな。おきにさん、食堂と食堂のおばちゃんをご用意いたしましょう。そんなことできんだ。すげえな。よしさん、漫画、ネット上に投稿してみるのも良いかもです。中国嫁日記も、カルト村で生まれました。もう最初は投稿です。ルックバックは日曜日に見る予定。おきにさん、ルックバックを見ていたら、松任谷由実の飛行機雲を思い出しました。そんな感じの歌詞なのかな。ね、なんか飛行機雲も聞いてみたいかなって感じ。そう、松任谷由実のね、歌詞もな、めっちゃスピリチュアルだもんな。もう、まさしくスピリチュアルだもんな。そう、ネット上にね、投稿してます。すでに全部ネット上に投稿しちゃったんで、もうね、新作を出すしかないみたいなところにね、なってるんでございますよ。ね、で、なんだっけ、4コマ漫画描いてて、でね、めっちゃ絵が上手い子は、ストーリーは書いてないんだよね。いや、なるほど、そういうことだったのかっていう感じで。ね、だからその絵がうまいわけじゃないんだけれども、まあストーリーがね、上手な子が、まあ結局、なんだっけ、漫画家になるんだよね。で、その絵はうまいけど、ストーリーを描いてるわけじゃない。この方は絵がうまくなりたいっつってな、なんだっけ、美術、学校に行くんだよな。で、まあ、最初はね、背景とストーリーでね、いいコンビなんだけれども、やっぱり片っ方が、才能があるので、ね、最初は一緒にいて楽しいんだけど、なんかね、その、実力の差っていうのか、それになんかちょっと居心地が悪いというか、なんかこのままでいいのかなみたいな葛藤っていうのかな。なんかそういうのとかもなんか、わかるな、みたいなところがね、なんかね、っていう感じだったよね。と、ね、日曜日に見るっつってので、その前にネタバレするっていうね、最悪な展開な。テタワさん、猫ちゃん4コマ書いてますよね。そうそうそう。お気に入りさん、切ない。ね、猫ちゃん4コマね、あれで、だから全部捨てちゃったから、
元ネタも全部捨てちゃったから、みたいなね、感じよ。切ないネタはそこです。ほんと最悪な感じでな、今日も終わろうかなっていう。今日も終わるかなっていうね、感じでございますよ。では、縦縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はい。アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。よかった。よかった。兄さん、松任谷由実が学生の頃に通っていた喫茶店ドルフィンが、まだ横浜で続いているらしいです。へえ、藤子さんの動画のネタに。なるほど。天山さん、藤子さんがネタバレしなくてよかった、しなかった、よかった、大丈夫だった。兄さん、仕事が増えてスパチェができそうでよかった。ありがとうございます。ね、というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。では、夢見てね。食べてないな。おやすみなさい。バイなら。